しくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は早朝ということで、はい。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。今回はね、もうホンダの最新タイプ R、はい、もう最後になるかもしれないって言われてる FL シビックタイプ R の FL5、これ2023年式ですよね。そうですね、今年の9月登録の車になるんで、本当にホンダ最近質感上げてきましたね。もうタイプ R っていうのかなっていうぐらいなんか高級車みたいな。外装からしてもかなりシンプルで高級感出ましたよね。そうですね。ホンダこんなことできるのに前までやらなかったんだっていうぐらい昔のホンダ感も出て最新のホンダ感もあるような、はい、でちゃんと FK8 のこの顔つきも少し継承しながらいい顔つきしてますね。本当これ僕好きなんですよね、この顔つきが。これ本当シンプルですよね。シンプルであんま強調してる感じがないですよね。ないですね。昔だったらちょっとカクカクしてた感じだったんですけど、かなりこういうところが丸くなったりとかしてますし、FK2 の無限の野郎みたいな感じでちょっとハの字な感じもねあって、すごいシンプルでめちゃくちゃ好きっすね。であとこのダクト類もね、この辺は閉まってますけど、この辺はちゃんとそうですね、かなり開けてきてますし、全部開けてますし、だから前回の FK8 よりも冷却効率上げるためにかなり改良はしてきてるみたいなんで、ね、だいぶこの辺も頑張ってますしね。で仮面もわりかしホンダにしてはフラットになり、国産超えて輸入車なんじゃねえかっていう感じですよね。あとヘッドライトもねかなりかっこいい。フル LED ですからね。ついにフル LED。 ついにフル LED ですね。じゃあちょっとライトつけられますか。わかりました。かっこいいですね。これはこのね縦のラインもねこうついて、この眉毛の部分もねすごいファイバーが綺麗で、夜見るともっとかなり綺麗ですね。ホンダらしからぬ、はい、FL5 の L ということにしておきましょうかでウインカーどうなりますか。別体かな。お、実はこれ別体じゃなくこの下がつくと、これオーナーなかなか見る機会ないかもしれないですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。これかっこいいですね。このポジションのところを消すんじゃなくて下にねやることによってこうどっちも光ってるっていうのがまたかっこよくて、いやかっこいいなこれ。いいですねこれ。じゃあちょっと一回切っていただいて、全体的にあと前後感、かなり低いっすよねこれ。そうですね、なんか前回の FK8 よりもロー&ワイドっていう感じで、確かにこれ超ワイドですし、幅としてはどれぐらいあるんですかこれ実際。今これで1890ですね。1890。これの標準グレードよりも90ミリ幅が大きい。90ミリもってことは普通のねワイドボディ45ミリワイドみたいな、まあそんな感じですよねイメージ的に。ここのフェンダーのねもこり具合がもういびつじゃなくてこうふわっとね出してる感じもまたかっこよくて、これかっこいいけどもうチューニングカーだな言い切れないもね、先生も乗られてる身からするとかなりホンダはもう昔だったらいじる余地があったんですけどもうないんじゃないかな。そうですね。ただでもこれのおかげで太いタイヤが履けるようにはなるんでね。だってもう2653019が標準でついてるんで、それでもかなりまだ懐のね余裕感もありますし、多分もう 10J はちょっと厳しいかもしれないですけど、9.5 ぐらいまでだったら余裕で飲み込めそうですね。普通に入りそうなね。でこのサイドステップのねここの作り込みの造形もかっこいいし、特にこのタイヤもねしっかりした、これも PS4S か PS4S ですね。 4S なんですよ、僕はね。あえてこのタイヤも静かで指導性もあるし、めちゃくちゃ空くかって言われたらそうでもないですけど、万人受けはしますね。そうですね。標準タイヤとしてはかなり有能なタイヤついてるなっていう感じです。ホンダがミシュラン採用してるところも日本のメーカーじゃないんだみたいなことはねありますしね。ちょっと時代を感じてね、本当に昔だったらね RE7070 とかね入れてたのに、なんかもうタイヤに頼ってない感じしますよね昔だったらほんとタイヤにグリップを物言わせてね、FD2 とかもタイム出してましたけど、全然変わっちゃいましたね。キャリパーもブレンボの、これ6ですか。これは4ポットです。4ポット、十分ですねもう全然十分な軽いですしね、で2ピースのローターも入り、ほんと車外みたいですね全体的にねすごいチューニングカーだな。こういうインナーフェンダーもかなり昔に比べると進化していて、そうですね。普通の板だったやつがちゃんとねこの辺もねちょっと NASA ダクトっぽいようなダクトを作ったりとか、ここも風が抜けるようにしていたりとかね、すごいな。ちょっとホンダっぽくないんだよな全体的な作りがオーナーから見てもそうですよね。作りがもともと前乗ってた車と比べるとなんか国産乗ってる感じがあんまりしないような、しないっすよね。すごいなんかもう本当にいじらなくていいんだなっていうのを、ホンダのガチを感じますよね今回本当に本気な車を持ってきましたよ。でこういうところの空力とかね、風切り音とかもちゃんと出ないように、こういうフィンができたりとかで、ホイールもまさかの後ろも投資サイズが入る、投資サイズです。相当後ろも出してないとこのサイズ普通入んないですからね。そうですね。すごい
でリアはまあ片押しでバランス取りながら、はい、僕個人的に FL5 だと後ろが一番好きで、なんだこのお尻はかっこよすぎだろうシビック感あるかと言われたらそうでもないかもしれないですけど、このシンプルなお尻、はい、あんまりこうワイドですよっていう感じしないですよね。ね、昔の FK の方がかなりワイド感あったんですけど、いやでもワイド感あるっすよちゃんとこう見ると強調しすぎてない感じ、これかっこいい。ウィングもこれもう純正になっちゃったんですね。これ純正ウィングですね。昔でいう無限ウィング的な、はい、もう純正になっちゃって、この辺のねもう 3D 形状もすごいしね、これかなり考えられてますね、この形状が。仮面が速い空気が逃げて、こっちが遅い空気が逃げてダウンフォースが出るとすごい。テールもついに繋がっちゃって、繋がっちゃいましたね。これはまあ時代を感じますね。はい、今の時代を取り入れてる感じもして。ここは光んないですかね。多分そこ光るんじゃないですか。わかんないです。僕は後ろから見たことがなくて、実は光ったりして、あ、光るあ、光るんだ。なるほどね。そこブレーキのハイマウント代わりになってるのか、そういうことです。なるほどですね。ハイマウント代わりだ。後ろから見ることないのと、まだ買ってそんな経ってないんで。そうですよねすげえかっこいい。そしてこのねディフューザー形状も昔はもっとゴテゴテしてたんですけど、かなりシンプルになりましたね。このかなりシンプルになりましたね。でもこのディフューザー形状のおかげか、輪止めいってもすらないですからね。あ、なるほど。結構上に上げてあるんでね、仮面はちゃんとディフューザーしてますよ、これも。はい、マフラー変えるのめんどくさそうですね。なんか噂によると、このディフューザーの下側のアンダーカバー外すのが結構めんどくさいっていう、めんどくさそうだ。この辺はもう DIY するなってことですね。そういうことだと思います。多分これもう純正でかなり性能いいマフラーだと思うんで、あまり変にね変えてもデグレしちゃうんじゃないかなっていう感じもしますし、このまんまでもいいのかなっていう感じはありますけど、でもまあちょっと音量的なところがやっぱ物足りない感は否めないんで、今の車検が厳しすぎるんですよね、どうしても。ただなんか噂によると、だいぶこのギリギリのラインを攻めてくれてるみたいなんで、最近出てる車の中では音多分大きいとは思うんですけど、それでもやっぱりちょっとなーっていう、まあ仕方ないですね。もうこの辺は時代ですね。はい、完全に時代です。ここ一本出しとかになってたら面白いですねそうやってみたいですよね。いやー、テールもかっこいいのと、あとこの辺もね上品に感じるのはブラックアウトがかなりうまく使われてて、いやらしすぎない、はい、ちゃんとおしゃれなこのブラックテールになりで、これもね昔のフォントがついに採用されだしたとこれ確かグランドとかその時代の時代とほぼ一緒になってます、でこの辺もね昔と違ってブラックアウトされて、そうですね、ただついてるエンブレムっていうやつじゃないですからね。ちゃんとこの辺もしっかりとこう色を入れてきて、いやーホンダらしからぬ感じだな。大人のタイプ R 感がすごいですよね。EK とか乗ってた人が最後これだったら欲しいなと思えるような車作ってきたんじゃないかな。この辺のキレとかもちょっとガンダム感あったんですけど、めちゃくちゃ綺麗なね処理されてて、トランクどうですか？ちょっとトランク見てみて。やっぱ欲しい人は結構気になるんじゃないですか？ちょっと荷物積んであるんですけど、どうですかこの積載量？いやもうかなり積めると思いますさすがホンダ、無限に積める、引っ越しできると言われるぐらいの、倒せますもんね、これも。これ倒せます。でなんか倒すと、僕身長175センチぐらいですけど、普通に寝れます。寝れますね、これ、車中泊が余裕でできるっていう後ろもかなり広くてね、これ足元めちゃくちゃ広いですから、ね、足元めちゃめちゃ広いですね。すごい。これもねちゃんとえぐってあるんで、日本人さすがこういうところの気配りすごいな。あら、またこれバックレストまでちょっとおしゃれになっちゃって。そうなんですよ。なんかタイプ R って入ってますねこれいい。シートも変えなくていいよって感じですね。そうですね。ちょっと座ってみていいですか？ああ、どうぞどうぞ。相当座りやすいぞ。あ、ホンダのシートがもちもちしてる後ろすげえ。これすごいですね。座り心地いいし、すごいいい。フロアカーペットもかなりなんか質感がいいんで、急にホテルのね玄関みたいになっちゃったよすごい。これ結構毛が立ってるっすね。めちゃめちゃふかふかなんですよ、どこもかしこも。すごい。これねすごいっすよ。これ本当になんか低反発マットみたいなこうね昔のホンダなんてこの辺もうペラペラの板みたいな座椅子なんじゃないかと思うぐらい硬かったのに、背中も柔らかいですしね。しかも頭もこのタイプにしては頭上も狭くないんで、クリアランスもそこそこありますね。180ぐらいあっても、まあ、グー1個分は全然入るぐらい。狭さを感じないんで。全然狭さ感じないです。5シリーズとかの方が足元狭く感じます。逆にここからのね眺めもかっこいい。これめちゃくちゃシンプル。
なのに高級感があるっていうね。なんでホンダこういう車作れなかったの今まで。集大成でここに集めてたのかもしれないですけど、ホンダのやっとお客さんの話をちゃんと聞き出したから今ね。なんかホンダで結構今まで作りたい車をずっと作ってた感じしますけど、お客さんの意見もちゃんと聞いて作ってるなって感じしますよね。椅子だってこれ相当ホールド感ありますよこれ。かなりホールドありますね。で質感もやっぱりこう FD2 とかと全然違って、はい、ここもねあえてエンボスでね、おしゃれだし、ちょっとでも軽量させたいのかなっていう、そうですね。この世代の車にしてはかなり軽くね作られてますし、はい、この反り立ちなんてもはやレカロよりすごいんじゃないかなと思うぐらい。なんか今までほら純正がレカロだったじゃないですか、はいはい、それがホンダが自社で作るようになってから、一回 FD2 とかで座面高いしホールド性ないなみたいな感じだったんですけど、これはすごいしっかりサポートしてくれるんで。そうなんですよ。特にねこの辺とかももうフルバケと同じような割り込みも入れてあるんで、かなりね疲れにくそうですし、でシートベルトもねこういう赤いな、もちろん赤色でちゃんとシートとね合っててかっこいいですねこれね。でまたホテルの玄関マットがヤフオクで今6万9000円ぐらいで売ってます。これそんなするんですか？結構するみたいですねこのマット。でこのペダル、意外にペダルはちっちゃいんですね今回。ペダルちっちゃいんですけど扱いやすいですねかなり。逆に、はい、これが扱いやすさが出てると。オルガンよりも僕こっちの方が走りやすいですね。これまでね FD2 はオルガンでしたね。でここもねなんかタイプ R なのにこういうのついてるのもねもう気持ち悪いぐらいなんですけどだいぶ進化してますね。現代令和のタイプ R って感じ。もう本当に令和のタイプ R って感じ。この辺とかもなんかいちいちおしゃれじゃないですかもう、はい、かっこいい。昔はこう家族を犠牲にしてタイプ R に乗るみたいなのあったかもしれないですけど、これマジで家族からもちゃんと受け入れられるようなねファミリーカーでいいんじゃないかっていうような感じですよ、なんか下手なファミリーカー買うぐらいだったらこれでも全然いいですね。ちょっと座らせていただいて。どうぞ。全体的に本当に高級車っすねすごいまとまりがあるんですよねこれで。広いこの車足元も広いし、ね、助手席も結構広いですよね。広いですね。多分ダッシュボードを変に長くしてないから広く感じるのかな。かもしれないですね。すげえでピラーも細く作ってあるんでかなり視界性もいいし、ウィングもね全然ミラーから邪魔にならないし、被ってないです。なんならこうルーフと一緒になってるんで全く被ってないですね。でホンダらしからぬアルカンターラのステアリングもつき、しかも一部分じゃなくてもうフルでアルカンターラっていうのがもう、これもいいな。あともうそのシフトブーツも昔だったらみんなね無限とかでねそう買ってつけてたのにこれもいらないんだ。でシフトフィールは相変わらずいい。ホクホクです、ね、昔と違ってこの辺のよれがねないっすね。ちょっとエンジンをかけさせてもらうとメーターもね一回かけますね。本当はタイプ R って出てくるんですけど。なるほど。これはもうかっこいいわ。すごいっすね。だってこれもうメーター見れば、はい、まあサーキットでこれまでデフィとかで買ってたものが全部見れちゃうと。そうなんですよ。水温、油温全部マジいらないっす。いらないです。で一応7000レブぐらいですかこの車。一応7000レブ、上側にインジゲーターついてるんで、確かにこれじゃなそこまで回ると音が鳴って警告は教えてくれるんで。これなんかいろいろ選べるんですか？モードがこれがスポーツが通常の、ノーマルみたいなモードなんですよ。はいはい。でコンフォートがこんな感じ。でもこれちゃんと黄色の針になってますね。そうなんですよ。タイプ R の黄色の針が。でこれを長押しするとこれがインディビジュアル。おお。なんかこの辺もいちいちかっこいいな。かっこいいですよねこれ。でプラス R ってボタンを押すと、これプラス R。あらかっこいい。すごい。この辺もね。全てがかっこいいんですよ。でこれもね面白そうですねこれね。ホンダログですよね。これを見ると全部ね。そうっす。サーキット行ったりするとこれだけでいいと。もうこれだけでロギングもされてると。はい。車がもう車外メーターになっちゃってるんで。タイムも表示されますし、こうやって見ていくとタイヤがどういう感じで使われてますとか。はいはい。もうなんかこの辺とかも 35GTR のメーターにもそうですね。いろいろ。この辺はちょっとまだ設定してないんであれですけど。これからって感じです。はい。すげえ。こうやって燃費情報も出ますし。10は走ってるんだ一応11ぐらいは。まだそんな遠出してないんで高速道路めちゃめちゃ乗ってるわけじゃないんですけど、10は出るっていう感じですね。こんな感じで。今ちょっと燃費悪いですけど。踏んだりするとねどうしても。それでも 6.5 走るんだったら全然もう悪くないです。なんか本当スマホみたいな感じで。アプリなんですね。アプリ。Apple CarPlay が使えるんで、もうほとんどやりたいこと全部できちゃう。もうできちゃいます。車内 Wi-Fi もついてますし。車内 Wi-Fi ついてるのすごい。ホンダがここまでできるっていうことが分かると。
逆にアコードタイプ R とか作ってほしいですね。あ、いいっすね、アコードタイプ R。ね、やってほしいっすね。やってほしいっすね。せっかくだったらここまでできるんだったら作ってほしい感めちゃくちゃありますね。全てがいいですからね。最後 K20C でしょ。ああ、K20C ですね。 K20C をぜひ。ボンネットもすごい柔らかいデザインですね。柔らかいデザインですね、これ。丸くなってて超かっこいい。いつも通りのホンダですけど、タービンが今回変わってるんですよね、確か。そうですね。ちっちゃくなった。ちっちゃくなった。だけど馬力は10馬力上がって、トルクは20ニュートン上がるっていう。今何馬力なんですか？330です。330？ はい。よくそれを FF で、ね、FF で作ろうと思いましたよ。この辺の肉抜き具合も相当本気なんだろうな。はい、だって遮熱材、遮音材ないっすもんね。ないっすね。自分たちで撮ってたんだね。ここもちゃんと排熱用のね、はい、ダクトもついてる。今回は上からじゃなくて下から吸った空気を上から抜くと。このボックスもかなりこだわってるんでしょうね。ホンダって基本エア首の作りが神的にうまいって言われてて、はい、車外にすると著しくパワーが落ちるらしいです、ね、よくあるあるなんですけど、これはもうノーマルでいいんじゃないかなって思います、まあ最悪は中身だけ変えて、いや本当に十分ですね。いやーすげえな。まあ伸びしろはまだまだ余力残してそうな感じしますね。フレームもしっかりしてましたね。ここすごいですよね。すごいし、逆にフレームここでもこんだけワイドにしてるんだって感じもありますね。もう初めて見た時びっくりしましたからね。うわこんなと思って、こんだけ出てますからね。それはこれ結構する人も多いんじゃないかな、ここまで大きいと。綺麗。ほんと綺麗ですよね。新車はいいな。まあ、この辺のねストラット部分は今までのホンダ感はありますが、でもそれでも合成感かなり高いんだろうな。合成感かなりあって、かっこいい。じゃあ NA のねタイプ R を乗ってる人からしたら走りもちょっと気になるんで、ぜひちょっとそこを取材させてください。お願いします。お願いします。はい。でかこの車思ったんですけど、ここの辺まで広いっすもん。めっちゃ広いんですよ、広すぎ。僕一番感動したのクラッチの左側のスペースがめっちゃ広くて、広くないですか？やばいっすよねこれ。これやばいっすね。めっちゃ楽なんですよ。左足ずっと置きっぱできる。確かに高速超楽で。普通ってこうなるじゃないですか、はい、普通ランドしていって。コンフォートモードで最初行きます。じゃあぜひコンフォートモードで行きましょう。シフトやばくないですかこれ。シフトやばいですよ。FF じゃねえだろっていうぐらい。ついに S2 の領域の近いところまで来たと。で5が多分こう目いっぱいやっちゃうと入らないんで。確かにトルクがやばい。トルクすごいですよね。いやもう K20 の NA しか乗ってこなかった僕からするとトルクやばいですね。ここ乗っただけでもハンドルの質感とか高すぎでしょこれ。フルアルカンターラ。アルカンターラグリップのところはなんかほんと細かいところまでこだわってます。コンフォートでもアクセルのスロットルが柔らかい。そうですね。おおブーストかかり早っ。あとこれオートグリッピングついてるんで、アクセル煽らなくても多分シフトダウンできるんです。マジですか。うまいないちいち。うまいな。いやこれは人間やることそんなないな。あんまり運転がうまくないというか、クラッチつなぐのが得意じゃない人でも乗りやすいと思います。乗りやすい。てかそんなに回さなくて速いんですよね。はい。そしてハンドルのでかさもなんかちょうどいいなこれ。でかすぎず小さすぎずいい。そして FF とは思えない直進安定性。それも多分もうタイヤが太くなってるってのもあるとは思うんですけど、楽。でもどうなんでしょう。 FK8 よりはちょっと高回転寄りになったんですかね。あとねブレーキのかっちり感がやばい。はい。マジで車外ブレーキっす。ほんとなんか年を追うごとにどんどん煮詰められてるような気がしますよね、このブレーモキャリパーも。そうですね、ブレーモキャリパーも確かにこの油圧の感じとかね変わってそう。なんかもうすっごいタッチいい。ちゃんとローターとバットのこう掴む感じで足で伝わってきますよね。伝わってきますね。カッチカチだし、で内装も綺麗だし、あとピラーが細くて見やすいっすね。見やすいです、後方視界もめちゃめちゃいいね。ウィングマジ何もかぶってないですよ後ろ見たら。でこれを上に上げると、上にやるとこれでスポーツモードです。確かにちょっと硬いですね。ちょっと肌変わるっすね、でプラス R のボタンを押してもらうとこれが一番やばいです。これは硬い。これは硬いし、あとアクセルのレスポンスとエンジンサウンドがなるほど。ちょっと車内に入ってくるのかな。スピーカーから多分疑似的に出てるんですよ多少は。確かにちょっとだけ出てますね。でもバルブも開くのかな。そうですね、アクセル回路によってバルブがこう開いてくるんで。
ションっぽいですね。早いっすね。早いっすね。硬っ想像以上の硬さ。だいぶ変わりますよ。すげえ。すごい早っ。これ AMG 乗ってた身からするとあんま変わんないですよね、多分。変わんないですよ。馬力前の45より100馬力ぐらい少ないはずなんですけどね。全然速い。4800とかからブワッとくるのかな。ただそれもなんかこうドーンじゃなくて滑らかっていうか、滑らかな扱いづらいじゃじゃ馬感は全くないですね。確かに電子音感はちょっとだけ感じるところもありますけど、そんなに気にならないですね。でもここのところにも水温4油圧タービンの回転数とか全部出てるから、もう車外マジでいらない。デフィーの必要なし。しかもその今メーターに出てるのがこっちのナビ画面の方にも全部出てくるんで。なるほどね。でもマジでいらないんだ。もう何もいらない車外という考えがもうなくなっちゃうっすね、これ。いやこれ乗り心地結構ハードっすね、これ。プラス R は本当にハードですね。普通になんかロールしないですもんね。もうそりゃサーキット速いわなって思いますね。速いな。これは山とか攻めるんだったらプラス R いらないかもしれない。いらないですね。ブレーキタッチ、そしてこのペダルの位置もいいんだよな。ちゃんと運転手のセンターにねブレーキがあって、で分かりました。このオーナーさんの言う通り左足が広いってことがいかに大事か。もう楽ですよ、左足の広い。めっちゃ楽。高速とかでもこうちょっとねハの字に足やったけどめっちゃ楽っすねこれ。高速とかだとこう狭い車だとねこうエコノミー諸国みたいな話ですか。なりますね。しんどいなってなるんですけど、これならないな。この辺のインパネルがかっこいいんだよな。高級チックで、高級チックっていうかもう本当に高級車なんですけどね。値段、今の車の値段帯を考えるとまだリーズナブルな方まあそうですね。ぐらい高いですけどね。タイプ R ずっと乗ってた人からすると高いかもしれないですね。まあそうですね。550、まあ本体が499とかなんで、オプション入れなくても多分530ぐらいになっちゃうんで。はしますよね。ここから多分あれこれつけてると500万なんか後半とかになっちゃう。いやこれでも本当にローポジにしたらもうサーキット行きますよ。結構椅子の位置がねやっぱホンダで結構高いんであれですけど、そうですね。ちょっとだけこのローポジのシートレールに変えちゃえば、シートもね前の FK8 の椅子よりいい、はい、フィット感がいいですね。肩とか全然動かないですよね。そうですよね。純正のシートでこんだけホールドしてくれるんで、めっちゃいい。前乗ってた車たちと比べると圧倒的に燃費がいいんで。ああもう AMG よりは、あれ今最後の方なんでリッター5とか6しか走らなかったこれは確かに今の排気音規制があるからサウンドでちょっと流すぐらいしかできないよなと思って。マフラーの近くで音を取ると結構音はしてるみたいなんですよね。ああ多分ね、遮音性が高いかもしれないです。マジで外の音全然聞こえてこないんですけど超静か。なんか昔のタイプ R っていうもっともっとこうアンダーコートもないしドアも薄いし、はい、トラックが通ったらもうブワーンみたいな感じのね感じだったのに、ちょっとコンセプト変わってきたのかな。やっぱ高級車寄りな。そうですね。速い車、どちらかと激しいだったら GR 系の方が激しいかもしれないです。いやステアリングのインフォメーションすっげえいいなこれ。ハンドルも結構重いですね。速度に応じて多分これも変わってるんだと思いますけど、あとモードでだいぶ変わってくるんです。コンフォートだとまあその重さだったら街乗りしてると疲れてきちゃうんで、コンフォートはもうめちゃめちゃ軽いです。ちなみにこのレブマッチ2から1もついたんで。マジっすか。はい。賢っ。確かに窓開けると結構音すんだ。音結構しますよねやっぱりね。2,3000ぐらいうるさいっすね。タービンもプシュンって言って。いやこれはちょっと今後マフラーに期待っすね。一応オーダーというか予約というかお話いただいてるんで、某ショップさんから。あらもうやるしかない。もうやるしかないと思う。やるしかないな。もう出たら速攻買いますんで。いやー行きましょう。これ絶対いい音すると思いますよこれ。でもホンダすごいのはまだ軽型使ってるっていうね。そうなんですよねもう煮詰まりすぎだろうと思うぐらい。軽型もね壊れないですからね。全然壊れないですからね。いいトルクしてんなマジでこれ。楽すぎて。
どっからでもブンブン吹けてくる。めちゃくちゃ楽。なんか FK5 の方がもっとレーシーさはあったかもしれないですね。なんかここの辺もなんかね、こうダッシュも大きくて、そうですね。ああなんかスポーツカー乗ってるなって感じでするんですよ。こっちね、なんかもう高級車プラスこう見るとレーシングカーみたいなちゃんとレーシングカーに感じさせるところもあって、あくまでもなんか隣に乗ってる人はそんなにすごいスポーツカーにも感じないという。いいとこ取りっすよ。いいですよね。バランスいいし金額もいいし、ちょうどもうこの値段帯で買えるこんなスポーツカーもないんでしょ。ないですからね。ない、絶対ないもん。本当にもうおすすめですよ、皆さんに。ただちょっとやっぱり新車が今もう全然買えないそうですね、状態なんで、なかなか買えない時代になっちゃったから。中古も新車価格以上の値段ついちゃってますからね。めっちゃ登る。さすがタイプ R っていうぐらいあって、やっぱ回すエンジンなんだね。結構速いな。ついついヒールアンドトゥーして危ない危ない癖が出ちゃうんですね。癖がね。僕もやりたくなっちゃってあと逆のパターンがあるんですよ。これ乗った後に普段その通勤で使ってる EK9 を乗ると、デブマッチがついちゃってるんだっていう脳になっちゃってあ、そのままね、そのままクラッチだけでバーンってやってカコーンってなって危ないっすね。危ないっす。ちなみにじゃあ FL5 と EK9 もどっちも多分いい良さがね、はい、であれなんですよ。これから買うんだったらどっちがいいですか？これから買うんだったら難しいっすね。超難しいっす超難しいっすね。いやー、車好きな人は音もいいじゃないですか。音はめっちゃいいっすね。あっちはもう本当に。いやー難しい。これ気持ちいいなこれ。結構エンジンの音するんだよな。すっごい音しますね。エンジンからの音の方がすごいですね。どうだろうな、悩ましいな。この結構究極的な選択になるかもしれない。選択ですよね。でも多分その純正パーツはもう確かにEK9に出てこないんですよ。ヘッドライトとかでね。そうですね。ただそこを例えばそのショップさんとかアフターパーツとして見るんであれば EK9 の方が価格も安いし、そうですね、あっちの方がいいのかなって僕は思うんです。あともうそもそも僕がやっぱり NA 大好きなんで。なるほど。ああ、こうなんだ。速いなこの車すごい。何これ、安定感抜群ですからね。安定感やばいっすね。俺も初めて乗ったらなんか運転上手くなった気分になっちゃうね何もやらなくても車がかなり応えてくれるというか、あ、ちょっと危ないってなっても多分切り出せばなんとかしてくれるんじゃないっていう感じがね、はい、それでもこの車まだ電子制御がほぼそうですね。まだ僕の中ではやっぱ EK9 の方がこれ乗っててこれの動画撮っててあれなんですけどね、はい、ホンダは感じますよね。ホンダはもうやっぱり B 型とか F 型、あとはもうほんと K 型の NA とかの方が、ホンダって NA エンジンっていうイメージがやっぱ皆さんお持ちだと思うんですよね。速さを求めるんであれば圧倒的に K20C の方が、FK2 以降のシビックタイプ R の方がいいのかなって思うんですけど。マジで速いよこの車。あとボディ合成すごい。ボディ合成すごいですね。今までのホンダとはもう違いすぎて、はい、あと多分トレッドも長いからホイールベース長いからめちゃくちゃ安定感あるんだよなこれ。コーナーとかもめっちゃ安心だもんな。あとハンドルのセンターが超敏感で気持ちいいこの辺がちょっとフニフニしてる車ってあんま好きじゃないんですけど、はい、これ悩むな。これが将来350万ぐらいに、ね、なってきたら、そうですね、ありかもしれないですね。ありかもしれないですね。今のちょっと中古価格だったら高いともう本当700いっちゃってるところがありますからね。でもね、やっぱホンダ走るところに金かけてる。そうです、はい、お金かけたのにね、ここなんか SG なってところ結構あったんですけど、昔は、ないっすね。ないもうだから走りにも特化したけど、今回はもう内装も豪華になっちゃったんで聞くとこないんだなぶっちゃけ。でちゃんとマニュアルも設定してくれてね。はい。これ今回オートマってないんでしたっけ？タイプ R にはないです。ないんだ。そこは絶対こだわりなんだな。標準グレードにはあるんですけど、タイプ R はもう絶対マニュアルなんでしょうね。ね。てかフェンダーの出方やべえなこれこう見るとバックすると分かるっす。分かるっすね、うん、後ろを見るともっこりしてるんでかなり、エロい。あとそれと応じて幅がギリギリだということにも気づくといやありがとうございます。ありがとうございました。楽しい。多分サーキット超速いんだろうなってことはよく分かりました。